がとうございます。ちょっと良かったです。すごく。いやー、良かった。時はもう家売る覚悟でしたね。どうなんでしょうね。自分っていうのを全部さらけ出せるような自分になって。なんか大きなプロジェクトこれやりたい。まだ叶えられてないみたいなのがあります。あ、なんで？すごいインスピレーションを受けて、ね、素晴らしいオーラっていうかね、オーラじゃない、素晴らしい皆さんのエナジーがぐー画面を通じてきましたね。来た来た。すごいぐわーきますよ、ね、本当に。いや、ありがとうございます。で、そんなところでこういう企画を一緒にやってる中でもっとなんだろう、深掘りしたいなと思って、ストーリーをちょっと聞きたいなと思って、はい、そもそもこのお店をいつ始めたのかなとか、あとどういう思いで当時はスタートしたのかなっていう。語ったら30分ぐらい語りますよ。簡単に要約すると、しっかり聞いてくださいよ。はい、1978年12月渦政でオープン。渦政京都。じゃあここのお店ではこのロケーションじゃなくて、はい、渦政で25年やって25年目にこっちに移転と。なるほどなるほど。23で店を立ち上げてます。すごい。その前は、調理学校の後はどっかで就職してからお店開いて。そうですね。小さい町のレストラン、町場のレストランで、その後、母校になるのかな、料理学校の今度は職員、今度は教える立場のとこで、2年ぐらいやって、そして独立という流れなるほどなるほど。です。どういう思いだったんですか、そのスタートした時は。いや、もう商売をするっていうのが第一前提ね。料理をするんじゃないし、商売をしたいということで料理の道っていう選択肢なんです。なるほどなるほど。ちなみにたくさんある料理の中で今オムライスパフォーマンスになってますけど、なんでオムライスを選んだんですか、メインのメニューとして。一言で言うとオムレツ作るのが上手だったんですよね、結構ね。はい、でいろいろこうやってましたけども、オムライスがどうもお客さんのね反応がいいんですよね。オムレツすごい上手ですね。昔はボワね、この乗せてドワっていう部分でオーソドックスのスタイルを巻き込んで、あれもテンポよく作ってポーン飛ばしてパチャッと乗せるね、かっこいいっていう感じだったんですよね。パフォーマンスもね、ワクワクしますもん、見てて。そうですね。だんだんそのエンターテインメント性求めたんでなしに、こうすれば楽しいんだいうとこで変換です。そうなんだ。楽しいんだ。そうですね、確かにオムライスだとご飯もあって、そのフライングする時も卵作る時もそれ乗せる時も全部パフォーマンスできてできちゃうんでね。画像で言うと絵面って言うんですけど、テレビ局なんか欲しがる画像なんですよね。確かに確かに。見せ場があるっていうね、それがオムライスである。その頃からなんか世界進出っていうのを見据えてた。まだ全然思ってない。なんか前お話しした時は、当時は本当小さな町のレストランだったって。今もそうですけどね。どういうきっかけでその世界、そしていつからなんか。やっぱり暇な時って絶対ありますやん。で暇な時に動画を載せて遊んでた。それがどんどんシェアされたりとか。そうです。どんどん広がっていく。それで俺はちょっとやっぱ世界にももっと進出したいなっていうのがどんどん。それはまだまだです。まだまだ。ただ単に有名になっていくなみたいな、いいねみたいな感じ。そうだったんだ。でそんな発信を続けて今ね、世界中でめちゃくちゃバズってバイラルになってるけど、世界中の人が今京都にも来てると思うんですけど、なんか結構なんだろうな、見渡せば外国人みたいななってると思うんですけど、その通りです。京都生まれ育ちの元吉さんとして、その変化っていうどういう心境ですかね。何もない。何もない。その状況で楽しく店をいろんな方がやったらいいと思ってます。ただアドバイスになると、笑顔で対応してほしいなってね。そのお店やってる方々できないんですよ、これが。確かに本当にできない。
まあね、英語アレルギーのある方とかもいますし。いや、忙しいとだんだんこんなになってね。確かに確かに。うん、自分もそうですよ。もうまだできてない。ING です。分かんなかったけど、ノーイングリッシュプリーズとかね、なんかジャパニーズオンリーみたいなので跳ね返しちゃうっていう人も多い。なんかキチキチ元吉さんはね、すごいウェルカミングな雰囲気ですごい、そこはすごく努力されてるんだなっていうのすごい。でも上から目線でどんな店なのっていうような思いのある方は冷たいですよ。なるほどね。うわやったってまあ感じるので、普通の対応しかしませんし、当然繁盛店になるといろいろ叩かれたりとかもしますけれども、まあね、一瞬は落ち込みます。一瞬ボン落ち込むとか思いますけど、まあやっぱりいろんな方からね指示を受けてるのはその人のことを思うと、そんなことを思ってる時間がもったいないね、何を思ってんだよ俺みたいなね、そんなとこにって何やったらもっとファンの方々のことをねもっとなんか貢献できることないのみたいな考えたらっていうふうに思っちゃう、いや素晴らしい素晴らしい。ちなみにまあいろいろ、50年かな、50年弱やっていた中で一番大変だったことっていうのは何ですか？またそれをどう乗り越えましたか？いろんなやっぱりお客さん経営が成り立たないっていう状況ですね。もう数字的にもう潰れる、だからいつまで耐えられるんだろうって、店が小さいのでそう簡単には潰れないんですけど、危ない時期はありましたね。いつぐらいが一番大変な時期だったんですか？あれ結婚して子供大きくなって子供に要するにどんどん費用ね、数字的にだいぶこう負担かかって、でそれで売り上げが落ちてるっていうか上がらないっていうね、そういう時はもう家売る覚悟でしたね。でもこれしかないのでどこでも働けるとは思ってましたけど、でもこの自分のお店これに諦めずにダメだって思わないで、まだなんかできるかまだなんかできるかって全てやれることをやってダメなら諦めようという、その底辺ギリギリのとこまでは経験してます。それでもめげずにね続けていって、それで今70弱だから10年前から世界でそうです。60になる年から急にオムライスが来て、いや素晴らしいな、はい、まさかのオムライス人生。いつ何があるか分かんないですね。続けないと本当に。そうですね。結果が出る。継続は力なりというね、日本のこのね古いことわざにあるんですけど、まさしくその。本当に。で、諦めない限りは失敗ない、失敗ではないっていうね。何なのって言ったら、諦めない限り失敗じゃないんです。ちょっと染みてます。諦めずにやろうと私もありがとうございます。で、あとはですね、これからの夢とか挑戦したいことっていうの、元吉さんのビジョンっていうのですね。要するに一人でも多くの方にオムレツを作る喜び、これを伝えていけたらなと思う。そして日本で発展したこのオムライスという文化をですね、なんか確立させる土台ステップになってくれたらいいかな。そうなりつつはあるとは自負はしてますけども、まだまだですね。でもオムライスといえば京都のキチキチだろっていうとこに行くために、そこまで同じ登り詰めるんでしたらすごいそこまで行かなきゃ。でそこに到達できる人がいっぱいたくさんね候補者いっぱいいるんですけども、それに一番近いのが僕かななんて思ってね。いやもう本当にそう思いますよ。でこれからもうその頂点をね、もうすでにだと思うけど、もっと誰も届かないぐらい行くと思います。行けるとこ行きます。あとはなんかそのワールドツアーとかももっと活発にしたいなとかもありますか？一人じゃできないのでね。で岸木さんのその思い賛同して、じゃあその思いに投資しましょうっていう、あなたもその一人になる可能性はあるんですけども、僕の思いに投資をしてくれるっていう、投資お金じゃないんです、気持ちなんです。
そうですね、とても伝わります。ハートのつながり。そうです。魂のつながり。だからまあこうね、ネゴシア、交渉人がこうやって交渉しあまり好きじゃないです、交渉するのはハート&ハートで、もうあなたしかいないっていう部分で交渉してほしいんですよ。すごいすごい。いやそうですね、今日本もアメリカもなんか結構資本主義だと思うんですけど、なんかそういう世の中でやっぱりハートのつながり大事にしてるっていう人はなかなか少ないと思うんで、そういう業種仕事、そういう仕事なんです。でこれを形を変えて展開する、これは OK です。それはそれで OK です。なるほど。はい。でも僕とオムライスとこれが一体化なってる間はそれは許されない。多分僕が許さない。インスピレーションを受けてそこから派生して何か自分のオリジナルをやるとかそういうのはいいけど、やっぱり全く丸々っていうのはね、はい、そうですね、歴史もありますから、はい、ありがとうございます。最後にですね、はい、10年前からちょっとずつバズり始めて今もう世界中を飛び回ってる、シェフ元吉さんですけど、私も含めてですけど、夢を叶えたいと頑張ってる人たちが世界中にいて、そういう人たちに伝えたいこととかアドバイスっていうのをいただけますか？例えば今なんでしょう、会社員だけど独立したいとかなんかアーティストになりたいとかいろんな夢があるんですよ、みんな。思いはね、まず口にしてください。で例えば億万長者になりたいね。で億万長者ちょっと遠いのでもうちょっと近くの意味で、億万長者になるために今こういう道を選んでこうして、そうするためにこうしてこうしてああしてっていう部分で、人に喋ってください。大事。本当になんか喋ったこと人に自分に持ってたら広まらないけど、人に話すことで広まっていくし、あとその言ったからこそのプレッシャーみたいなのもありますよ。やっぱりやろうっていうのもありますよね。だから人に言う夢を語るっていうのが大事ですよね。はい、そして多分周りが判断します。そういう夢を語るでしょ。そしたら聞いてる人が本当にね聞いてくれるんです。目がキラキラするから、その人のビジョンがその相手さんのこの脳の中に入るんです。なのでじっと聞いてくれる。なるほどなるほど。いやそれ先ほどのライブでも感じました、私。これを言いたかったんですけど、変わっていいんです。変わるっていうのはダメだからじゃないんですよね。ここを進んでたんですけれども、なんか違う方向にっていう引っ張られていくんですよね。でもこう言ったからこれを堅くなにする必要はないんです。引っ張られるまま、思いを持ったまま、思いはそのままで形を変えていけばいいんです。いや素晴らしい。ここに目標を掲げてここに行く過程でいろんな気づきもあるし、人の出会いもあるし、そこで変わってもいい。それはまた別なね人生も余ってるし、ね、素晴らしい素晴らしい。でその時点でまた、夢のちょっとだけかけ直しですね。でもやっぱりここに行きたいって言ったら行くとは思いますけどね。だから遠回りじゃないんです。結局ねつながってますよね。つながってます。なので本当にどうなんでしょうね、自分っていうのを全部さらけ出せるような自分になってほしい。そこも大事ですね。結構私の世代もそうですけど、社会の期待、親の期待とかに合わせてやっぱり自分これできるのに、そっちの方がいいからそっち進むとか、そういうふうに生きてる人たくさんいると思うので、自分信じてって、自分解放できるような環境に置くっていうのも大事ですよね。そうですね。ありがとうございます。ビジョンとか語ってくれたと思うんですけど、なんか大きなプロジェクトこれやりたい、まだ叶えられてないみたいなのがあります。何ですか？ありますあります。今ねこうやってオムライスで世界をこうね呼ばれていっています。ね。今度それにみんなじゃなしに一家庭、一ファミリー、ね、一企業でいいです。ここにロマネコンティを掲げて合うんです、ワインがね。でその1本だけ持ってるんです。僕の持ってるロマネコンティ、もしくは五大シャトー、もしくはペトリウス、僕が持ってる。なので限りはなる。ロマネコンティは1本しかありません。ペトリウスも1本しかありませんね。で五大シャトーは2、3本しかありません。それを持って行ってパーティーをするんです。その人の家でパーティーをするんです。楽しそう。楽しそう。向こうでワインを用意してもらうんじゃないんです。僕が持って行ってそれを一緒に飲みながらオムライスを作って
いいですね。はい、その人のためのオムライスパーティーを開きたいですので、世界で1回だけです。1回だけね。はい。オムライスも作って彼の持ってるロマネコンティと一緒に乾杯。この夢に火をね、と楽しみだな。私も行きます。はい、私も行きます。通訳で多分ね、僕がね頼むと思います。行きます。今この状態でお知り合いになってちょっとしかないんですけども、結局ね期間じゃないんです。もうその時にパチッと会えばもうずーっと続きます。ね、こういうでそこで数字とかそうなんね、こう考えるとなんか入ってくるともう嫌なところが見えたりするんですよね。ちょっとこういうご縁私も大切にしていきたいです。そうですね。まあ双方で温め、絶対忘れてはならないことなんですよね。そこもねアドバイスですよね。このねご縁を大事にってことですね。それがご縁。いやーめっちゃわかります。なんか言い忘れたことありますか？はい。じゃあもう一つ。はい。面白い発想が自分の中にありまして、お店って定休日っていうのがありますね。そうだね。営業日を表現する。どういうこと？なので営業日しか営業してない。定休日は？それ以外は店をやらない。定休日じゃないです。営業日なんですよ。年間を通して1月は例えば23、24、25、26のこの1週間しかしてない。2月は、まあ3週間ぐらい営業してます。3月は、この辺と10日前後と20日前後営業してます。営業日を年間でボンと出す。なるほど。そっか。なるほど。だからあえてお休みとかそういう言葉使わないってことですよね。そうです。営業日にしか営業してない。営業日をお知らせする。そこはなんかこだわりみたいなどういうポイントなんですか？いや海外にいっぱい行ける。いいですね。行くから僕はあっちに、そっちに行ってる。キチキチこの本体僕が営業してる僕のお店は絶対に死ねない。死ぬまで死ねない。ただ休んでる日が多いので休みだらけだなってなるでしょ。だって今半分ぐらいもう休んでますよね。今年は全部行ったらもう今123回行って、あと123つ決まってます。だから2ヶ月に1回行くことになるんですけども、あと2つ入りそうです。ということは年間8ヶ月外国に行ったということになる。8回行ったことになるんで、ね、でそうなってくると発想を変えて営業日っていうのがあって、カレンダー見たらどこしか営業でそこにしか予約は取れない。今でもすっごい競争率なのに、どうなっちゃうんだろう。そうなってくると、まあズバッと言いますけども、もう一般の人はもう多分もう、そうですね。はい、僕とこの店に来るのはもう至難の業になりますね。なかなか入れないよ。なかなか入れない。ダウンするからね、ウェブサイトとかね。それでね、人間っていろいろいるんですよね。で10人中10人、100人が100人中素晴らしいお店とは思ってくれない。これは当たり前の話です。なので、僕のこと好きな人しか入れない。ね、好きな人ね。そう。はい、本当に元吉さんのこと好きな人しか入れないよ。その中にオムライスがあるんです。オムライスがあって僕があるんです。僕のこと好きな人。そう。このお店しか入れないっていうね。なので好きになると入れるんです。いや大事だよここ。大事だからねここ。そういう風な何かを残したいんですよね。もう不可能と言われてるファンだけしかもう来ないでっていうお店。来ないでって。僕のこと大好きっていう。それをどう証明するのみたいなところがあるんですよね。でも電波を出し続けてたら多分そのお客さんしかキャッチしない。だから夢を語りましょう。たくさん語りまくるの、いろんな人にね。大事ですね。ちなみになんか弟子的な人はなんかその次の世代に諦めました。諦めちゃった。いやもうだってね、僕を真似してる人いっぱいいますよ。だからその方が僕の形をその人なりに形を変えて、はい、僕の息のかかった人が自由に動いてる。そういう人もね、多分今後もっと増えてきますね。世界中にね。そうです。すごいこと。そこが弟子というよりも、やっぱり足跡を残せるポジションに来たなと。振り返った時に、ああ、なんていうありがたいねやってね。今、手元には弟子はいないし、
もう本当に人の3倍働いてますよ僕ね。一月にもう200超えてます。200時間普通に超えてます。タイムカード押してますけども全部真っ黒けです。意味がもう押すとこないみたいな。あ、もう黒くなりすぎて休みも来てるんです。で休みいやいや仕事してるのに違うんですよ。仕事して明日の用意だけをしてで明日ちょっとゆっくりしたいなっていうので、時間をメイクしてます。それも仕込みとかもなんか例えばアシスタントの方とかにもお願いするっていうのもうそこにいい人を探そうという努力もいらない。もうこの年齢になってきたらもうそんな努力いらない。小さい店なんだね。企業としてそういう部分を今確立させてないので、なるほど、もう自分でやろうか。なのでだんだんコンパクトになってね、こんだけの例えば玉ねぎ1箱、向かなあかんってなってももう10個ぐらいに止めてそれで営業終了っていうようなことができるような立場になっていきます。いや逆にでもその方がね、何のために自分を守るために、笑顔を出せるためにね、数字が成り立たないとダメですよ。もちろんこれは本当ですよ。ちゃんと数字が成り立つ上に自分のポジションを変えていくんですよ。大事。一月9、30万ぐらいで外食どんだけできますかね。やっぱりね、100万とか200万とかあるので外食はできる。外食をすることで、こういう高回転するんですけど、その自分のポジションをちゃんと知った上でやっていく。数字的に余裕ができた段階でそういうふうに切り替えていくって、これは実施いや、ファイナンシャル的に安定してるからこそそういうパフォーマンスもできるし好きなこともできるし、そこをまず安定させるの大事。そうですね、ちょっと安定させるのにだいぶ時間かかりましたけど、それも遠回りじゃなかったということですね。つながってるからね。はい、おかげさまでオンリーワンを目指してオンリーワンを歩んでるかなね。いやー、ナンバーワンを目指してるんじゃないし、オンリーワン、好きな言葉でオンリーワン、オンリーワン、俺は俺しかいい日で、ね、すごい人ですねみたいなね。で僕とお話したらすごい元気になりますまで言われてね、これ嬉しいんですよ。本当に嬉しい。もう会うと本当に元気になります。そうですか、よかったね。元気にいきましょうって。いや、ちょっと私もすごいインスピレーション。いやー、いいですね。多分これあんまりインタビューなんか載せてる人あんまり見たことないんですよ。みんななんかこういう作ってるとこばっかりじゃないですか。私はもっと深掘りしたドキュメンタリーみたいな。なのでインスタグラムは YouTuber と思ってないんで、別に再生回数が多かろうが少なかろうが上げたいもんはちゃんと上げます。ちゃんと見ていただいたらね、中身の濃い方が1人でも2人でもね見ていただいたらそれで十分じゃないですかと思って。いやー、素晴らしい素晴らしい。いや、ありがとうございます。じゃあこんなところでまたお会いしましょう。はい、喋ったら語ったら長いんですよこれね。10分ぐらいのことで。ありがとうね。バイバイ、また会いましょう。また質問してください。そう、質問して leave us a comment, okay? Yeah, thank you, bye. ちょっと押せない。じゃ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 、ハッピーハッピーハッピーオーライ、バイバイ。